こんにちは、アカデミアの富代です。今回はサロンポピュラーベーシック58になります。今日はショートボブにハーフレイヤーを入れたカットをします。基本的なカット方法で誰でも簡単にできるように解説します。今、サロンで最も人気の高いレイヤーの入ったショートボブです。これを覚えることで多くのお客様から人気を得ることができます。慣れればウェットカットで 80% を仕上げることができます。このチャンネルは世界各国の言語で見ることができます。YouTube の翻訳機能を使いご覧いただけます。では早速動画をご覧ください。まずセンターで分けます。この頭の頭頂部から前頭部と後頭部を分けます。こちら反対側も同じように分けます。まずアウトラインはワンレングスにカットします。センターで分けて耳から耳へと分け取りブロッキングします。この三つ襟のところで分け取り、頭を少し前に倒してバック中心からカットしていきます。左側も中心のカットラインの延長線上でカットします。反対側も同じようにカットしていきます。これで下のガイドができましたので、トップの紙をきれいに溶かしてカットしていきます。フロントサイド部分の溶かし方は頭の丸みに沿ってバックに溶かして、バックで一つの面としてカットしていきます。反対側です。ここの溶かし方はとても大切です。バック中心部はセンターラインに平行に、耳近くの紙はバックのカットラインの方向にシェイプします。そうすることで耳のそばの紙はナチュラルシェイプした時に内側の紙になります。ここの溶かし方を理解することが一つのポイントになります。後ろから見て横一直線になるようにカットします。もちろん体の位置は後ろが良いでしょう。カットできましたら頭の位置を元に戻し、サイドセクションをカットします。ワンレングスのボックスボブをカットするコツは、サイド部分を少し前下がりにカットすることです。襟足に比べフロントサイド、ここのところ耳下に紙がないので、顎ラインに沿って内側にカーブを描き、少し前上がりになってしまうからです。ですから前上がりになって見えるといけないので、ボックスボブの場合は少し前下がりにカットします。次のセクションは下をガイドにカットします。反対サイドも同じように前が長くなるようにカットしていきます。
そうしましたら、だいたい同じ位置に分け取り、左右対称かどうかチェックします。右が少し長いようですので、チェックカットします。ここで大切なことは、後からカットする方は少し長めにカットします。見比べてみてから約1センチぐらいといったように把握してから正しい長さにカットすることです。絶対やってはいけないことは、後からカットする方を短くしてしまうことです。下にガイドができましたので、合わせてカットします。これでアウトラインのカットができました。アウトラインのカットができましたら、このように前頭部と後頭部を分けます。反対側も同じようにブロッキングします。次にバック中心部、モヒカン部分を取り出します。もうすでに少し段が入っていますので、あまりカットするところはありませんが、トップのここの長さが横から見てアウトラインとの中間に落ちるくらいの長さにレイヤーを入れます。ここの頭皮に対して直角に引き出し、直角にカットします。これで上の長さがスタイルの半分より少し上ぐらいに段差がつきました。図解で示していますが、センターで分け取ってスライスラインを縦スライスで取りカットしていきます。こちら側も縦スライスに取り、頭皮に対して直角に引きカットします。次のセクションはこの前頭部と後頭部に分けたこの線上に引き上げカットします。次のセクションからトップはセンターで分けてバックのトップをガイドに図のようにパネルを引き出しカットしていきます。前頭部と後頭部を分けた線上でストップして前の方のパネルはカットします。これでレイヤーは少し前下がりになります。反対側も同じように前頭部と後頭部を分けてこの線上でカットします。あとは同じようにしていきます。次に前から見て図のブルーのところをバックに引き、トップの角を落としてカットします。チェックカットを兼ねてトップセンターで前髪も後ろに引きカットします。
次にトップモヒカン部分を分け取り、バックをガイドに前上がりにカットします。こうすることで横に紙が落ちた時に前下がりにカットしたことになります。センターで分けてきれいにシェイプしてウェットカットの終了になります。では乾かしてからドライカットしていきます。乾きましたのでドライカットしていきます。襟足の方から毛先にチョップカットを深めに入れていきます。次の上のパネルからセンターに向けてチョップカットを入れていきます。反対側も同じように入れていきます。中間部にも重たいところはチョップカットを入れます。まだ重たいようですので、襟足をグラデーションに削ぎバサミで中間から毛先に向かって削ぎを入れます。次にフロントサイドも毛先にチョップカットします。上の部分も入れていきます。もちろん反対側も同じようにチョップカットをします。前頭部と後頭部を分けてバック中心部をモヒカンに取り毛先にチョップカットを入れます。次に下の角を取るようにパネルを引き出しチョップカットします。センターで分けて同じようにフロントサイドに向かって入れていきます。フロントセクションにチョップカットを入れていきます。
もちろん反対サイドも入れていきます。ウェットカットと同じような方向にパネルを引き出し、毛先にチョップカットします。トップ部分もモヒカンに取りチョップカットします。重たいところはスライドカットなど入れて立体感を出すようにします。ドライカットが終わりましたので、ブロードライで髪の動きを出していきます。バックからフロントに向かって手ぐしと風で髪を流します。こうすることで顔を包み込み、自然な毛流れが出やすくなります。乾かしながら髪の厚みの偏りなどチェックしながら乾かしていきます。そして立体感をつけながらスタイリングしていきます。立体感をつけるように仕上げていきます。こちら側は耳にかけたようなイメージで耳の厚みがないのでピンで留めてかけたイメージにします。だんだん仕上がってきました。髪の立体感、毛流れを見ながら仕上げていきます。出来上がりです。はい、仕上がりです。はい、今回はサロンで人気のハーフレイヤーショートボブをカットしてみました。あまりにも基本的ですので練習する機会が少ないと思いますが、これを覚えると丸みを持ったレイヤーの入ったショートボブが簡単に切れ、しかもお客様がアレンジしやすいスタイルですので喜ばれると思います。ぜひ試してみてください。それでは皆さん、もしこのチャンネルが良いと思ったらいいねボタンと
チャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。